今回は分娩時に行う参加的な処置についてご説明します。経腟分娩予定の方には34週前後の妊婦検診にて同意書をお渡しいたします。同意書の内容を補完する内容になっております。今回説明する内容はこの4項目についてです。まず、陣痛誘発促進剤についてご説明します。様々な理由で分娩を早く進める必要がある場合、薬を使って分娩を促します。一つ目は、前期破水が起こった場合です。陣痛が始まるより先に破水が起こることを前期破水と言います。通常は24時間以内に陣痛が始まることが多いですが、陣痛がなかなか来なかったり、来ても弱かったりすると、お産がなかなか進まないことがあります。そうなると、子宮の中で細菌感染を起こしたり、羊水が流れ出て赤ちゃんが動くスペースがなくなり、苦しくなることがあります。このため、薬を使って分娩を促していきます。二つ目は、分娩予定日を超過した場合です。妊娠初期に決定する分娩予定日は、妊娠40週0日にあたる日です。それを1週間以上超えてくると、徐々に胎盤の働きが落ちてしまい、赤ちゃんに十分な栄養がいかず、それ以降の成長が悪くなることがあります。41週に入ってもお産になる気配がない場合には、予定を決めて入院をしていただき、陣痛誘発を行います。開始時期については、外来で担当医と相談します。三つ目は、微弱陣痛、分娩遷延の場合です。陣痛が始まり入院していただいても、そこからなかなか強くならずお産が進まない場合、母体が疲れて分娩の進行がさらに遅れ、赤ちゃんが長時間の子宮収縮でストレスを受けて苦しくなったり、産後の出血が多くなることがあります。そのため、促進剤で陣痛を強めて、分娩の進行を後押しすることがあります。四つ目は、妊娠による合併症がある場合です。妊娠によって、高血圧や糖尿病のような状態が起こることがあり、その場合妊娠が終了しない限り、症状が良くならず、母体や赤ちゃんにも影響を及ぼすことがあります。出産することで状態が改善するため、悪化する前に陣痛誘発を行うことがあります。次に、誘発促進の方法についてお話しします。分娩をスムーズに進めるために、子宮の出口である経管を柔らかくし、広がりやすくするための処置が必要となることがあります。開始前に内診を行い、必要に応じて処置を行います。機械的経管熟化とは、子宮経管に水分を含むと膨らむ棒状の器具やバルーンを膨らませて留置し、物理的に子宮経管を広げる方法です。また、大半の方は、お薬によって誘発や促進を行います。誘発促進剤は、飲み薬、膣錠、点滴があります。内服薬は、1時間に1錠ずつ、1日6錠まで内服していただきます。膣錠は、膣内に留置して使用します。最大12時間使用可能ですが、分娩中に一度しか使用できません。別途料金が発生します。点滴は、少量から投与を開始します。子宮口が柔らかくなり、有効な陣痛が来るまで増量していきます。また、ある程度子宮経管が柔らかくなっていたり、子宮口の開大が良い場合には、陣痛を強めるための点滴で使用します。こちらも少量から投与を開始し、有効な陣痛が来るまで増量していきます。どの方法で誘発や促進を行うかは、開始前の診察で判断します。気管支喘息や緑内障がある場合には使用できない薬もあるため、担当者にお伝えください。陣痛誘発促進剤の使用は自然陣痛に比べてある程度危険を伴います。陣痛が強くなりすぎていないか、赤ちゃんが苦しくないかなどを見るためにモニターをつけたり、こまめに診察が必要となるため、予定日超過や前期破水など緊急性がない分娩誘発は、基本的には人手がしっかり確保できる平日の日中に行います。ただし、必要な場合には夜間休日も行います。次に、抗生剤の使用についてお話しします。
破水した場合や B 群溶連菌 GBS が検査で陽性であった方は、赤ちゃんへの細菌感染を防ぐために、お母さんに抗生剤の点滴を行います。B 群溶連菌はいわゆる常在菌というもので、女性の2割ほどに存在していますが、普段は体への影響はありません。しかし、分娩時に産道から赤ちゃんへの感染すると肺炎や髄膜炎などを起こすことがあります。分娩時に抗生剤の点滴を行うと予防できます。GBS がいるかどうかの検査は、34週から35週頃に織物を採取して行います。ここからは酸化的な処置についてお話しします。分娩の途中で赤ちゃんが苦しくなった時や、お母さんに急な異変があった時に、赤ちゃんを早く出してあげるための対応を、急速水弁と言います。赤ちゃんがしっかり降りてきている状態で、なかなか抜け出せず赤ちゃんが苦しい時、またお母さんに急な異変があった時に、赤ちゃんを早く出してあげるために、栄陰を切開することがあります。バースプランに栄陰切開をなるべくしないでほしいと希望を書いていただくことは全く問題ありませんが、必要な場合にはさせていただくことがありますのでご了承ください。栄陰切開を入れなくても自然に避けることはありますので、分娩後医師が診察をして、必要があれば傷を縫合します。また、赤ちゃんを下から機械で引っ張って出すこともあります。使う機械によって吸引分娩、鉗子分娩と呼ばれています。吸引分娩の場合は赤ちゃんの頭にカップをつけて圧をかけて引っ張るため、頭に血腫ができてしまうことがあり、鉗子分娩の場合には赤ちゃんの頭をヘラのようなもので挟んで引っ張るため、赤ちゃんの目や耳を圧迫してしまうことがあります。もちろん慎重に操作を行いますが、もしそのようなことがあれば対応する科に相談し診察を依頼します。また機械を入れる際に二栄陰切開が必要になり、傷も大きくなるため、しっかりと診察、縫合を行います。これまでの処置は赤ちゃんが降りてきており、すぐそこにいる場合に行いますが、まだまだ赤ちゃんが下がっていない場合や、子宮口が開いていない状態で赤ちゃんやお母さんに異変がある場合には、経腟分娩を予定していても、急に帝王切開に変更になることがあります。また、一刻を争う場合もあり、その場合は口頭で帝王切開になることをお話しするだけで、手術へ向かうこともあります。必ず手術後にどういった状況であったかご説明しますので、ご了承いただければと思います。帝王切開で出産された場合には、次の分娩も基本的には帝王切開となります。緊急ではなく予定での帝王切開をされる方もいます。予定の帝王切開は、生まれて良い時期に入り、まだ陣痛が来る可能性の低い37週後半から38週前半で日程を組みます。骨盤位といって、いわゆる逆子の状態の方は、昔は経腟分娩を行っていましたが、赤ちゃんは頭がお尻より大きいため、お尻が出ても頭が使えて出なかったり、臍帯が先に出てしまう危険があり、現在では多くの施設は帝王切開での出産としています。また前置胎盤といって子宮の出口に胎盤がかかっている状態があると、陣痛が来た際に胎盤が先に剥がれて出てしまい、あっという間に赤ちゃんへ酸素がいかなくなってしまいます。また、大出血の危険もあり、前置胎盤の方は必ず帝王切開での分娩となり、多くの場合、より大きな病院へのご紹介や搬送が必要となります。胎盤の位置は妊婦検診の際に確認していますので、該当する場合は医師からの説明があります。また前回の出産が帝王切開であった方や、子宮筋腫を取る手術をされた方は、子宮を切って縫っている状態のため、陣痛により子宮に強い圧力がかかると、子宮が裂けてしまう子宮破裂のリスクがあります。このため、予定帝王切開での出産となります。帝王切開を予定している方で、時々予定より前に陣痛や破水が起こる方がいます。その場合には緊急で帝王切開が必要になりますので、必ずご連絡ください。その他、母児の状況により予定で帝王切開を行う場合があります。さらに輸血についてもご説明します。お産の時には、ペットボトル1本分ほどの出血がありますが、
それに耐えられるように体が準備しています。しかし時々それを超えて出血する方がおり、体に負担がかかる場合には、輸血をお願いすることがあります。また、突然出血が多くなることもあるため、あらかじめ同意書をお渡ししております。出血が多くなった場合には翌日採血を行い、貧血の状態を確認します。今回お話しした内容が書かれた同意書を34週頃の妊婦検診の際にお渡しします。家で内容を確認していただき、了承いただけるようでしたら、署名と必要項目へ記入をして、次回の検診の際にお持ちください。内容でわからないことがあれば、遠慮なくスタッフにお尋ねください。皆様のより良いお産を願い、お待ちしております。